皆様こんにちは。今回はアルバムワールドドミネーションについての感想の続きをつぶやかせていただきます。2回目の動画で9曲目のターミンオンまでつぶやかせていただきましたので、その続きからということで10曲目となるのがキャリーオンリビングです。クイズトキコさんというテレビアニメのエンディングテーマに採用されたという記事がありましたが、全く知りませんでした。で、10thアニバーサリーツアーの川崎クラブチッタでやりましたよね。私は帰宅してましたので生で聴けて本当に感無量でした。イントロはヘビーさと軽快さが絶妙な感じで始まって短い A メロに入ります。それで少しメロディアスになる B メロになりますが、ここのあーちゃんを筆頭に楽器隊のリズムが小気味よくて、サビに入るところのジャッ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 ってところがお気に入りです。で、サビになるのですが、これは小鳩さんの技だと思いますが、とにかくサビのリズムと日本語英語を混ぜた歌詞が完璧なリズムラインを作っているように思います。で、私の一番お気に入りポイントは、飛び散ったかけら拾い集め今日もっていうところで、さいちゃんの歌い方というか音がめちゃくちゃ好きなところです。ほぼ間奏なしで2メロに入りますが、まず 2A の最後で変形 2B につなぐべくあーちゃんのバスドラが盛り上げます。で、2B は 1B と全く違う味付けで展開し、やっぱりサビつなぎのジャッ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 で変則リズムを回収します。飽きさせない構成だなと思います。で、2サビ終わりでギターソロになりますが、ここは素直な感じで入って心地よい感じでギターソロになります。ギターソロ終わりでブレイクした感じで C メロになりますが、イサさんのベースがめちゃくちゃ味わい深くて、最後なんか転調みたいな感じになって大サビになりますが、ここのつなぎも好きなところですね。それで大サビ終わりでアウトロというには長いセクションというか、バンドメイドの曲にたまにあるこの曲の終わりにかけての展開が大好きで、ミンチョの才能なのかなとも思っています。最後ギターのみで終わるところもゾクッときます。11曲目がデイドリーミングです。この曲は私の好きな曲トップ10に入り続けている曲です。作詞は小畑さんとさえちゃんの共作になってますね。バラードというかミドルテンポ曲ですが、しっかりバンドメイドですし、構成が素晴らしいというか、バックの各メンバーの演奏もボーカルもコーラスも全てが頭一つ抜けている感じの曲だと思っています。特にあーちゃんのドラムでの曲へのメリハリのつけ方というか盛り上がらせ方がすごくうまいと思っています。インタビューでもミサさんは後ろ乗りであーちゃんとミンチは前乗りで演奏するタイプなので、この違いを綿密に合わせたって言ってましたし、あーちゃんもサビでボーカルを引き立たせるためにシンプルにしたりとか、この曲に対する取り組みを語ってました。さいちゃんからの注文が宇多田ヒカルさんの曲をロックアレンジにした感じで、トロピカルハウスっぽい今時の要素も入れて EDM のキラキラ感をちょっと足したいみたいなことだったらしく、ミンチョ大変だなと思いました。で、曲としては珍しくイントロなしでさいちゃんのボーカルのみのサビから始まりますよね。
で、これが最後の伏線にもなってます。それでイントロ的なバックの演奏が入ってきますが、ここは結構ヘビーな感じでバンドメイドですね。それで A メロに入りますが、イントロの盛り上げから一気にブレイクしてミンチョのギターだけになるところが絶妙です。で、ミンチョのリフというかアルペジオ的なリフですが、単にコードをアルペジオで弾くのではなくて、何と言ったらいいのか分かりませんが、よくこんなフレーズ思いつくなと思いながらいつも聴いてます。それで B メロになりますが、B メロ終わりでサビに行くところで小本さんの Daydreaming, Dream of You っていうのが2回繰り返されてサビに入りますが、冒頭のサビと違ってバックの演奏が入っての本当のサビですね。この生と動みたいなメリハリがすごく好きなところです。それで2メロにつなぐ感想になりますが、ここのミサさんのベースラインはこれぞミサさんって感じのエモいベースラインで 2A になりますが、私的にはここのあーちゃんのタム回しが好きすぎるところです。ミンチョの3連のリフも味わい深くて、1メロと全く違う味わいになります。で、2尾終わりでギターソロになるわけですが、ここのギターソロも私が好きなギターソロトップ10に入ります。まず静かな曲なのにギターソロの入りが激しく結構ヘビーに始まって、アローンのソロとかでもありますが、ミンチョ得意の大弦と開放弦を混ぜた形の重厚な感じで始まって、でも全体的には綺麗というか、まさにデイドリーミング的な夢の中のような感じのメロディーで最後につながっていく感じになります。このギターソロパートはミサさんのベースラインもめちゃくちゃエモいですし、あーちゃんのドラムも激しくて、この曲での最高に盛り上がる部分が演出されているように感じます。それでソロ終わりでブレイクするのですが、ギターソロの最後の音とかぶせる形で小畑さんの Daydreaming, Dream of You がこれまでの2回ではなく4回繰り返されるところもよく構成考えてるなと思いますし、この3回目くらいからあーちゃんのドラムとミサさんのベースでだんだん盛り上げていって大サビに入るところが大好きなところです。以前の動画でも言ってたと思いますが、この大サビであーちゃんが穴あきシンバルをシャンシャンシャンって叩くところが大好きで、大サビとしての盛り上げを演出している形かと思っています。で、全然関係ないのですが、MV でこの大サビで小畑さんが頭を後ろに反らしてギター弾いてる姿がなんか私のツボにはまって好きなところなんですよね。この曲に限らないのですが、あーちゃんのドラムって、ここはベースソロやギターソロを聴かせるところ、ここは歌を聴かせるところ、ここは盛り上げていくところ、ここはブレイクして落ち着くところ、ここは他の楽器隊と一緒になって最大に盛り上げるところみたいに、曲としての構成の土台を作ってコントロールというかリードしているように思えるんですよね。そこにミサさんのベースとミンチョのリフが乗せられて、全体的にすごくドラマティックに曲が構成されていっているように思っています。曲に戻りますと、大サビの終わりはバックの演奏を止めてサイちゃんの Feel My Soul で終わります。曲の入りと対応させた伏線回収かと思っています。
さいちゃんの歌い方というか、かけすぎないビブラートも絶妙だと思います。12曲目がアネモネです。この曲のイントロ聞くと前にもつぶやきましたが、バンドメイド日本もう終わりかって思っていたのを思い出します。この曲は聴けば聴くほど分かってくるというか、味が濃くなっていく感じがしています。2023年8月の USO 球児でも海外のご主人様、お嬢様が聴きながら泣いているという報告がありましたが、確かになんか泣けてくるんですよね。イントロはアコギが入るので、弦を移動する時のキュッキュッって音もいい味を出していると思います。それで少し変則的なタイミングでさいちゃんが歌い始める形ですよね。それでなんかさいちゃんは歌い方というか声を変えてるというか、ちょっと可愛い感じというか気だるい感じみたいな雰囲気を出しているように思います。1サビ終わりで間奏が思いのほか激しい感じで、2メロに入るとドラムとベースが激しくなります。で 2B ではミサさんのベースがエモさ爆発して2サビに入りますが、2サビは1サビと違って明らかに激しい演奏になっていて、曲全体としてさらに盛り上がる後半につなげているように思っています。ここでギターソロパートになるのですが、多分私だけだと思いますが、このギターソロの部分を聴いてると、社会人になってすぐの頃によく聴いていたブライアン・アダムスの曲を思い出してしまうんですよね。はい、多分私だけです。ギターソロ終わりで3サビになりますが、ここでこれまで盛り上げてきたのを一旦ブレイクした感じで落ち着きます。それで C メロになるのですが、ここからまただんだん盛り上げていって、そのまま最後の大サビにつなげて盛り上がりきったところで最後は儚い感じで終わります。何なんでしょうね、この泣きそうになる感覚は。13曲目が Alive or Dead です。一般的に思いつく順番はゲームの影響もあってか Dead or Alive なのですが、逆ですよね。クルッポの Peace and Love もそうですが、小鳩さんってこういうのを逆にするのが好きな気がします。曲についてはホワイホワイホワイでも同じ感想を話しましたが、この曲も A メロとか B メロとかサビの境界が曖昧な感じがして、A メロから B メロ、サビにかけて徐々に盛り上がっていく感じというか、ちょっと特殊なパターンなのかなと思っています。この曲はアーチャのドラムが独特で、素人の私にはこの曲が何拍子なのかわからない感じで、なんかアーチャの凄さを感じます。この曲も比較的露出少なめかと思いますが、私的にはこの曲は好みがすごく分かれるような気がしています。好きな人はめちゃくちゃ好きで、そうでもない人は嫌いとまではいきませんが、まあまあみたいな感じかなと思っています。私はその間くらいで普通に好きくらいな感じです。14曲目がダイスです。私的には海外リアクターの動画も含めると尋常じゃないくらい MV を見てしまっている曲のトップ3の一つです。ちなみに他の2曲はブルーミングとデイドリーミングです。リアクション動画とか見てしまうと途中で止めたりするので、なんか変なフラストレーションが溜まって投資で見てしまいたくなるというのを繰り返してしまって、結果尋常じゃないくらい見てしまってるんですよね。で、ダイスですが、なんといってもイントロのあーちゃんのドラムとミサさんのベースがめちゃくちゃかっこよくて、いきなり度肝を抜かれる感じになります。で、
で、ハウリング音みたいなのが入ってのミンチョのギターの入り方と、リフ自体も完璧で、もうイントロだけで絶対この曲好きってなった記憶があります。それで A メロになりますが、バックのミンチョのリフがちょっとミュートした感じでいい味を出していて、ミサさんのベースも超低音が響きます。A メロの前半と後半のつなぎでイントロと同じリフが入って A メロ後半になります。これは一見普通のことですが、バンドメイドの曲ではイントロと同じリフ使うのって珍しいのかなと思っています。なんとなくですが。で、A メロ後半からはあーちゃんのドラムが激しくなって、またイントロと同じリフで B メロになります。B メロはミンチョもですが、特にあーちゃんのリズムが独特でサビへとつないでいきます。それでサビになりますが、1サビと大サビの歌詞は同じで、Let's come back here, welcome to my home で始まり、飴とムチどちらが Do you like とか、こっこらでバイバイとか、なんで持っていかないけど、できる限り try my best とか、極めつけは最後の May I take your order って、なんかツンデレのメイドさんみたいで、サイちゃんが歌うとまさにって感じがして、めちゃバンドメイドに合ってる歌詞だと思って聞いてます。私だけですかね。歌詞の内容もそうですが、とにかく単語の音としての気持ちよさというか、スピード感というか、それも含めて完璧なサビだと思っています。このサビでは歌を聴かせるドラムになっているところも感じます。ところで、この1サビに入る前の B メロからのつなぎはいいようですが、LINE キューブ渋谷のお給仕で、サイちゃんが歌詞間違って2サビ以降のつなぎとなる Set the Moment 歌ってましたよね。単なる歌詞間違いではなくて、拍も違うのに、それに対応した楽器体がすごすぎましたよね。DVD のオーディオコメンタリーでもメンバーがそのことに言及してましたが、これは本当に信じられない対応力だと思いました。それで、イントロと同じ感想が入って2メロに入るのですが、2A のバックの演奏はやっぱり 1A と全然違うんですよね。で、Set the Moment で2サビになるのですが、この1サビと2サビで入り方が違うのってバンドメイドらしいというか、私的には好きにならずにいられないところでもあります。で、2サビ終わりでイントロと同じくあーちゃんのかっこいいドラムとミサさんのベースソロ的なものが入ってミンチョのギターソロになるのですが、このギターソロはベースソロからのつなぎが完璧だと思いますし、ソロ自体もめちゃくちゃかっこいいんですが、海外のリアクターが短すぎる、もっと聞かせてくれって嘆くやつですよね。わかります。めちゃくちゃ美味しい料理を少しだけ食べさせられた感じですかね。それで 3B になるのですが、3B 終わりでブレイクして C メロという展開です。このメリハリは絶対飽きさせないやつですね。で、C メロもだんだん盛り上げていって大サビです。ここで MV では女の子の目が開くのですが、私的にはここでゾクッとしてしまいます。で、大サビ終わりでイントロと同じリフのアウトロになるのですが、最後、あーちゃんのドラムが激しくなって最高に上げていって、最後はミンチョだけのリフが入って、全楽器ユニゾンみたいな感じで終わります。何回聴いても飽きません。
で、初回限定版では以上の14曲なのですが、通常版にはボーナストラックとしてハニーが収録されています。これってトラップですよね。当時を知らないので何とも言えませんが、初回生産限定版だけ買って満足してたら、実はそれだとハニーを見逃してしまっているということも発生したんでしょうかね。現時点でバンドメイド唯一のカバー曲だと思いますが、私は残念ながらムックさんの原曲を聴いたことがないので、バンドメイドバージョンしか知りません。確かにテイストとしてはバンドメイドと少し違うように思いますが、なかなか味わい深い曲だと思っています。この曲もイントロがバンドメイド日本の最後のところで使われていたので、イントロ聴くといつも思い出してしまいます。途中で出てくるセリフみたいなところって小畑さんさえちゃんが喋ってるんですよね。ボカロ的なものにも聞こえますが、どうしようもない世界で笑うったって無理だよ。ハニーハニーハニー残念なやつだったんでしょう。この曲はミサさんのベースがめっちゃかっこいいですね。ニンチョのギターソロも攻めてる感じがしますし、なんかみんな楽しんで演奏したり歌ったりしている気がします。はい。ということで、3回の動画にわたってしまい、かつ今回も長くなってしまいましたが、以上がワールドドミネーションについての個人的感想でした。ミドルテンポの曲もあり、コアト曲もあり、構成的にも曲のバランス的にも本当に完成度が高いアルバムだと思っています。いつか全曲生で聴けることを願って、お給仕にできるだけ帰宅したいと思っています。今回は以上です。ではまた次回。